この後は奥山さんと会議室で打ち合わせだな。奥山さんが見てるのは学校の教科書か。この辺り全然覚えきれてないな。もうマネージャーさんとの打ち合わせの時間だ。マネージャーさん、いつの間に。ごめんごめん、すごく集中してるから話しかけるタイミングが見つからなくてな。そうだったんですね。すみません、つい夢中になっちゃって。そろそろ打ち合わせのお時間ですよね。始めましょう。ところで、さっきはどうしてエントランスにいたんだ？仕事の合間の勉強ならいつもオフィスでしてるだろ？もうじき定期テストがあって、その勉強をしてたんです。そうなのか。それにしてもさっきみたいに悩んでるのは初めて見たな。自分で言うのもなんなんですけど、いつもは結構手際よく勉強してたつもりなんです。忙しくても時間を見つけて宿題やテスト勉強をしてたんですけど、最近はその暇さえなくて、テスト範囲で急に気になるところが思い浮かんで、それであの場で教科書を広げて確認してたんです。なるほどな。今回はかなり焦ってるわけか。もともとはマネージャーさんがもう少しお仕事をセーブしようとしてくれてましたよね。でも興味のあるお仕事がいっぱいあって、私がどれもこれもやりたいですって言いすぎて、その結果が今という感じなので、さすがにお仕事を受けすぎちゃったなーって反省してます。やっぱり無理が来てしまったよな。すまない。俺がちゃんとセーブするべきだった。私が悪いんですから気にしないでください。お仕事自体はすごく勉強になってますし、まあ初めてのお仕事の準備に気合を入れて勉強時間がなくなっちゃったんですけど。天童さんや鈴村さんには相談したのか？きっとるいちゃんもゆうちゃんも協力してくれると思うんですけど、アイドル活動以外のことで相談して2人の時間をむやみに使ってほしくないんです。なるほどな。トリエルの間でも言いづらいことはあるわけか。それにしてもいつもしっかりしてる奥山さんの学生らしい悩みを見ると少し微笑ましくなるな。マネージャーさん、さっきから何を笑ってるんですか？ごめんごめん。何か力になれることはないか？これくらいなら大丈夫です。本当に？大丈夫です。大丈夫。いえ、もし本当にダメそうって思ったら相談させてもらってもいいですか？次が今日最後のお仕事ですよね。頑張りますよ。仕事には集中してるけど合間でずっとテスト勉強をしていて、さすがに疲れが溜まってるみたいだ。仕事のラッシュは次で一段落するからな。この仕事が終わったらまずはゆっくり休んでくれ。ありがとうございます。あれあれれ、事務所にお財布も携帯も台本も全部忘れてきちゃいました。本当か？奥山さんにしては珍しいな。とにかく急いで戻ろう。でも今から戻ったら間に合わないんじゃ。私大丈夫です。お金がなくてもちょっとくらいなら生きていけますから。食べられる野草なら見分けられますし、へっちゃらです。奥山さん落ち着いて。都心にそんな野草は生えてないから早く。わかりました。ごめんなさい。見つかってよかったです。でも今から走っても時間が。すぐにタクシーを。いや待てよ。今の時間なら橋本さんがいるはず。急だけどお願いしよう。
すっごく助かります。よろしくお願いします。頼む、間に合ってくれよ。はあ、今日はこれくらいにしておくか。ん？奥山さんからの電話？マネージャーさん、今お電話大丈夫でしたか？ああ、大丈夫だよ。今日もお疲れ様。マネージャーさんもお疲れ様です。遅刻しかけた時はどうなるかと思いましたけど、さとみさんのおかげでなんとかなりましたね。まあ、現場についてしばらくは視界がグラグラしてたんですけど。橋本さんの運転は独特だからな。俺も番組のスタッフさんに心配されたよ。今日は本当にすみませんでした。まさかお財布も携帯も台本も全部忘れるなんて。気にしないでいいよ。今日はゆっくり休んでくれ。はい、ありがとうございます。それじゃあおやすみなさい。奥山さんがあんな忘れ物をするとはな。一刻も早く悩みを解決してあげないと。奥山さん、定期テストまでの仕事のスケジュールを調整してみたんだ。ちょっと確認してくれるか？わかりました。空き時間が増えてるんですけど、もしかしてお仕事を減らしちゃったんですか？違う。よく見たら仕事終わりが早くなってたり、微妙な隙間時間がなくなったりしてる。すごいです。先方と調整して少しでも奥山さんの勉強時間を確保するようにしたんだ。どうだろう？ありがとうございます。これならなんとかなりそうです。私、定期テスト最終日にある撮影がここ最近のお仕事の中でも一番楽しみだったんです。その日の撮影っていうと、野外音楽堂がある自然公園の PR 動画だったか？はい、一面に広がるお花畑が本当に綺麗なんですよね。それに撮影で着る予定のドレスがとっても可愛いんです。そういうことなので、撮影前のテストがボロボロになっちゃうのは絶対避けたくて、テスト全然ダメだったなーなんて思ってたら引きずっちゃいますしね。なのでこのスケジュールの調整本当に助かります。ありがとうございます。定期テストまでバッチリ勉強するぞ。マネージャーさん、空き時間の勉強に付き合ってくれてありがとうございます。これくらい気にしなくていいよ。俺はコーヒーにするけど、どうする？私は遠慮しないで甘いものを注文していいよ。それならキャラメルマキアートホイップ追加で。マネージャーさん、ちょっと聞きたいんですけど、この因数分解ってどうやるといいんでしょうか？中学校の問題ならなんとか。いや、待てよ。これってどうやって解くんだったっけ？マネージャーさん？いや、大丈夫だぞ。そうだ。ここの文字でくくって、こうすれば解けるぞ。ありがとうございます。やっぱりマネージャーさんは頼りになります。そういえば、天童さんと鈴村さんはそれぞれどんな風に勉強してるんだろるいちゃんとゆうちゃんはなんというかすごく対照的ですね。るいちゃんはとにかく努力量がすごいんです。だけど頑張りすぎちゃって、夜に勉強会をするとスイッチが切れてよく寝落ちしちゃってます。ゆうちゃんはとにかく要領が良くて、いつ勉強したかもわからないんです。よくうちは最小限の努力で最大限の成果を出したいんよなんてことを言ってますね。う。なるほど。
勉強の仕方にもそれぞれのスタンスが出ていて面白いな。私はゆうちゃんよりもるいちゃんのタイプに近いですね。とにかく頑張らないと。よーし、それじゃあ次の問題は。奥山さん、やる気がみなぎってるな。俺も頑張ってサポートしないとな。奥山さん、仕事の合間を縫っての勉強方法なんだけど、先にも聞いてみたんだ。よかったら参考にしてくれ。さきさんからですか。最近お互い忙しくてゆっくりお話できてなかったからとっても嬉しいです。ふむふむ。新幹線での移動中に暗記物の時間を設けるですか。台本を読み込んでいると聞いたので、気分転換くらいの軽い気持ちで暗記をするのもありだと思います。なるほど、こういうやり方もあるんですね。星見市にいた頃、サキは東京までの往復時間を利用して読書や暗記物の勉強をしていたらしいんだ。さきさんが実際にやっていたならとっても説得力がありますね。今までは台本だけずっと読み込んでたり数学の問題を解いたりしてたんですけど、テストまであと何回か新幹線移動があるので早速試してみますね。ありがとうございます。奥山さん、もうじき来るはずだけど。奥山さん、テストはどうだった？今回の定期テストの手応えはよかった。これで撮影も安心して送り出せるよ。マネージャーさん、いっぱい協力してくれて本当にありがとうございます。これで悩みもすっかりなくなりましたから。見ててくださいね。今日の撮影はとびっきりいい感じにしてみせます。うわー、お花畑がとっても綺麗です。ドレスも素敵でまるでおとぎの国に迷い込んだみたい。なるほど、まずは自由にはしゃいでほしいですか。わかりました。それなら遊んじゃいますね。カメラマンさん、頑張ってついてきてください。奥山さん、すごくのびのびとしてるな。スタッフさんたちも自然と笑顔になってる。いい香り。静かに花を眺めるのも楽しいし、音楽を聴きながらお散歩もしてみたいな。はしゃぎすぎちゃいました。これくらいがちょうどいいですか？そう言ってもらえると嬉しいです。ありがとうございます。よしよし、いい感じだぞ。最後にキャッチフレーズの撮影ですね。わかりました。ここには色とりどりの花と心を豊かにする音楽があふれてます。普段の生活でお疲れの人もこの場所ならきっとリフレッシュできます。美しい花と音の海の中であなたも一緒に泳いでみませんか？マネージャーさん、お疲れ様です。奥山さん、お疲れ様。ずいぶんご機嫌だけど、どうしたんだ？この間の定期テストなんですけど、なんと今までで一番学年順位が高かったんです。本当か？それはすごいな。おめでとう。ラストスパートが効いたみたいです。これもマネージャーさんのおかげです。ありがとうございます。るいちゃんとゆうちゃんも心配してたみたいで、これからはもっとしっかり時間を管理します。しっかりしてくれるのも嬉しいが、天童さんや鈴村さん、それに俺のこともいつでも頼ってくれていいからな。ありがとうございます、お兄ちゃん。ごほん。なんというか、マネージャーさんも東京のお兄ちゃんとしての振る舞いがすっかり板についてきましたね。あは、そう言ってもらえると嬉しいよ。だからなんで笑うんですか？お兄ちゃんの意地悪。でも今回は本当に助かりました。
ありがとうございます。これからもいっぱい頼らせてくださいね。